こんにちは、あずきニットです。今回はこちらの丸ヨークカーディの袖の編み方についてを詳しくご紹介していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。少し前なんですけど、こちらのカーディガンは、好評だったものですから、もう少しね、詳しく袖の方の編み方をご紹介しようかなと思っています。こちらのカーディなんですけれどもね、襟の方、ネックから編んできてます。ここね、どんどん増えていってますよね。ですけれど、ここのね、模様自体、こちらの模様編み自体は何も増やし目がないんですね。で、増えてるのはこの長編み部分なんですよ。ここね、全部長編みでこう広げていくと何が何だかさっぱりわからないかなと思いましたので、長編みの中心部分だけ鎖目を編んで、最初は長編み2本編んでから鎖、長編み2本編んで、そしてこちらの模様編みはいつも同じ編み方っていう風に考えてきました。こちらの出だしは長編み2本と鎖、長編み2本で編んできてます。で、2段目はこちら長編み3本にしています。長編みのところでね、1目ずつ増やして、最初は2本だったものがここで3本ずつ、真ん中に鎖が1目入ってる感じの模様です。2段は何もせずに前段と同じ長編みの数を編んできてますけれど、増やすところはいつも3つ目のところで増やしてます。1、2、3個目。手出しだけは2個目、2段目で増やしましたけど、あとはすべて3段目、1、2、3段目、1、2、3段目で長編みの数を増やして増えていくデザインとして考えてきている作品になります。出来上がっちゃった方もね、たくさんいるとは思うんですけれども、今回は袖の編み方がよくわからなかった方にね、ちょっと説明しようかなと思います。脇の真ん中からね、針を入れて、そして立ち上がって同じ目数を長編みをしていく。前の段と同じ編み方を続けて編んでいく。ここね、前後差分編んだところがあるので、この3段分はね、どういう風に編んだのかなって。で、この編んだ後のこちらのね、長編みに行くんですけれど、今回はこちらのね、袖の編み方についてをご紹介していきたいと思います。脇の下って糸をつけても見えないからね、この辺からつけちゃうと、ここから目始まってるみたいなの見えちゃいますけど、脇の下の方からスタートするといいかなと思います。皆さんそれぞれでここね、目数いろんな方いらっしゃると思うんですけど、真ん中ら辺からね、糸出して、そして、3目ですね。1、2、3目立ち上がります。そしてね、長編みがね、つながっているようにね、編んでいきたいので、この後も1本ずつね、長編みを編んでいこうかなと思います。普通にね、ここ、スポッと。こうです。隣の鎖は拾わないで、こっちから数えて、4目目のここに裏山があるんで、ここに入れて長編みを1本ずつ編んでみようかなと思います。隣の裏山に入れて2本目、そしてこの隣に入れて3本目、そしてこの隣に入れて、ここね、拾えると思うんですけど、こんな感じでこの中から4目拾いましたね。あとは1目ずつ拾っていくことにします。こんな感じでこう目を拾ってぐるっといき、でここは1目鎖を編んで、そしてここはこの模様の続きを編んで、そしてぐるっ
糸を拾っていこうと思います。はい。で、1目編んで長編みです。ここに来たら模様編みです。3目編んで細編み、長編み、鎖3目で長編み、細編み、鎖3目で長編みを編んでいくことにしました。鎖の目を割って長編みを編んでいこうと思います。私は端から4目だけを拾って、ここは編まないことにしています。中心の細編みに長編みを1目編みましたら、編みをしました。長編みのところは側に2本編むことにしました。1本につき2本ずつ長編みを編むことにしましたよ。で、端っこのこの際にも1本編みます。こんな感じで編んできました。1目ずつ編んでいくことにします。こんな風に編めましたので、この鎖3目めのところに引き抜いて立ち上がりを編みます。はい、私はここからまたいつものように往復編みにしていこうと思います。裏に返して長編みを編んでいきます。このまま長編みでずっといき、模様があるのはここだけですね。あとは鎖1目で編むところが2箇所あります。そこだけ注意してお好きな長さまで編んでみてください。私はぐるっと編みましたら、ここでまた表に返してこっちから編み、ここに来たらまた立ち上がって往復編みにしていこうと思っています。はい、皆さんは皆さんの好きな編み方でチャレンジしてみてください。はい、お袖の方ですね、編んできました。ここから袖の方編み始めまして、20段お袖の方を編んだところになります。模様の最終段は鎖5目と細編みのところにしました。裾と同じにしました。鎖3目のところで引き抜きます。引き抜きましたら立ち上がって、そして表側に返します。足元に細編みですね。で、細編みをずっといって、表側、今表側から編んでますので、2段目も細編みは表側から編もうかなと思ってます。この1目空いてるところは側に細編みを編むことに
しました。はい。そしてあとは1目ずつ編んでいきます。袖の方は1段目も2段目も表側から編むことにしました。ここに来ましたら、この中に細編みを3つでしたね。そしてここに向かって中長編みを1個編んで、鎖を2つにしようかなと思います。はい、そして細編みを3つにします。はい、1目に1目ずつ細編みを編んでいます。中心部分は先ほどの編み方を参考になさってください。わからなかったらね、裾の方と同じですので、こちらも参考になさるといいと思います。ぐるっと一回り細編みで編んでいきます。で、次の段も表からぐるっと一回り編みますと完成になりますよ。はい、こんな感じで完成しました。それではもう片方の方の編み始めについてご紹介したいと思います。編み始めはこちらの脇の中心部分、真ん中ら辺のところですね。ここに糸をつけて立ち上がります。糸をつけましたら鎖3目を編みます。そして長編みを1目ずつ編んでいきます。前段の長編みからつながって見えるかのように1目に1目ずつを編むことにしましたよ。で、あとはね、先ほどと同じ要領になりますので、先ほどのところを繰り返しご覧になって同じ要領で編んでみてください。好きな段まで編んでみて楽しんでみてください。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あずきニットでした。